ZGMF-X09A ジャスティスガンダム。地球連合軍との決戦に挑むべくパトリック・ザラ指揮のもと、ザフトが統合設計局の技術力を結集して開発した試作型モビルスーツ。フリーダムと同じく連合の GAT-X シリーズのデータを取り入れて設計された同型機であり、ニュートロンジャマーキャンセラーを内蔵した核動力搭載型モビルスーツでもある。ナチュラルに正義の鉄槌を下し、コーディネーターの真の自由を勝ち取る旗印となる機体として完成した。というわけで、どうもプラシキです。本日はガンダムネクストフューチャー限定で発売されたマスターグレード100分の1ジャスティスガンダムリアルタイプカラーのレビューをしていきたいと思います。2023年12月発売、販売価格は5830円となっております。当時はこのカラーリングについて賛否両論があったんですが、実際作ってみてどのような感じになるか楽しみです。もともとは機動戦士ガンダムシード20周年を記念して大河原邦夫氏がデザインしたリアルタイプカラー。以前動画でもレビューさせてもらったフリーダムガンダムもリアルタイプカラーで発売されていました。このパッケージに描かれているブルーカラーのジャスティスガンダム、かっこいいですね。それでは早速内容物のチェックをしていきたいと思います。内袋はこのような数となっていました。ランナーですがマスターグレードだけあってランナー数非常に多いですね。そしてパーツ数に関しても結構な点数が見受けられました。それではランナーチェックをしていきたいと思います。まずは A ランナー、ジャスティスガンダムのランナーとなっています。こちらエフェクトパーツ、カラーパーツのランナーとなっています。そしてこのパーツがランナーから取れていました。そしてこちらは B ランナー、ジャスティスガンダムのランナーが使用されています。モールド細かく入っていますね。さすがマスターグレードといったところでしょうか。そしてこちらの C ランナーも細かいモールドが刻まれているランナーとなっています。こちらのランナーはアスランザラのフィギュアがついています。そして色はクリーム色に近いようなカラーのランナーとなっていました。そしてこちらは外装ランナー。かなりこのブルーというか水色というか、このカラーリング綺麗な色をしています。ディテールも細かいですね。モールドもしっかりと刻まれている、そんな印象を受けました。そしてこちらの G ランナーは全く同じランナーが2枚入っています。それぞれ使い分けをして使用するようです。そしてこちら H ランナーはファトゥムのパーツですかね。バックパックのパーツとなっています。そしてこちらはフリーダムガンダムバージョン 2.0 のランナーとなっています。マニピュレーターや内蔵フレーム関連のパーツとなっているようです。こちらもそうですね。同じくフリーダムガンダムバージョン 2.0 のランナーが使用されていました。こちらも内蔵パーツ、内部パーツ関係のランナーとなっています。そしてフリーダムガンダムと同じくこのような大きいアクションベースが付属をしていました。このアクションベース結構使い勝手は良かった記憶があります。そしてこちらはホイールシール、シンプルな構成のシールとなっています。こちらはリアルタイプカラーの水転写式デカールとなっています。説明書はマスターグレードジャスティスガンダムの説明書が付属していました。冊子タイプのカラーと白黒の説明書となっています。内容、そうですね、このようなカラーのページもあったりと見応えのある説明書となっていました。組み立ての工程的には通常のマスターグレードと同程度という印象ですかね。そこまで細かい組み立て構成はなかったんですが、バックパックのファトゥムの部分は結構ややこしそうな印象を受けました。このマーキングシールの添付位置は今回のリアルタイプカラーでは別のシールとなるので使いません。そしてこちらがジャスティスガンダムリアルタイプカラーの説明書となります。G パーツの使う部分と使わないパーツの説明もありますね。水転写式デカールの貼る位置などもしっかりと記載があります。このような感じの記載となっていました。元々のジャスティスガンダムとかなり違うみたいですね。余剰パーツを見ていきたいと思います。余剰パーツは I と J パーツのフリーダムガンダムのパーツが余剰パーツとなっていました。
そしてシール B とマーキングシールは付属をしていません。それでは胴体パーツを見ていきたいと思います。パーツはこのようになっています。ランナーにアンダーゲートが使用されているものがいくつかありました。出来上がった胴体がこのようになりました。そうですね、見ると細かいパーツ分割がされていて、さすがマスターグレードといった作りになっていますね。合わせ目に関しては脇下の部分などにちょうどはめ合わせの部分が来るんですが、合わせ目に見えないような構造となっていました。作りとしてはフリーダムガンダムの胴体の作りに似ていますね。しっかり独特な色合いのカラーリングとなっています。そしてこのコックピットハッチの位置、開閉のギミックがあります。中のアスラン皿が見えるようになっていました。続いて頭部パーツ。パーツ数はこのようになっています。出来上がった頭部パーツがこちら。かっこいいですね。ジャスティスガンダムもともと頭部かっこいいんですが、こちらのカラーリングになったことによってまた違った印象のジャスティスガンダムとなっています。合わせ目に関してはパーツ分割がされていて、合わせ目の出ない構造となっていました。この頭部かなりかっこいいと思います。続いて腕部パーツ。パーツ数はこのようになっていました。腕部もこのような作りとなっています。マスターグレードらしい合わせ目の出ない構造ですね。合わせ目がしっかりと隠れるようなパーツ分割となっていました。肩アーマーの部分もしっかりと色分けがされていて、かっこいい感じの仕上がりとなっています。続いて腰部パーツ。パーツ数はこのようになっています。出来上がった腰部がこちらになります。こちらもしっかりとパーツ分割されていますね。合わせ目も出ないようになっていました。モールドもしっかり細かく入っています。裏打ちなんかもこのような感じで入っていますね。しっかり各箇所も稼働するようにできていました。足の付け根なども稼働するギミックが搭載をされています。このような感じですね。いい作りになっているんじゃないでしょうか。続いて脚部パーツ。パーツ数はこのようになっています。出来上がった脚部はこのようになりました。こちらもいいですね。色分けもしっかりされていて、パーツ分割で合わせ目の出ない構造となっていました。このカラーリングも相まってかなりスマートな印象を受けますね、この脚部。そして足裏の肉抜きはありませんでした。続いてバックパック。パーツ数はこのような大容量となっています。バックパックもかなり作り細かいんですよね。このようにギミックが各所に搭載をされていました。このような方針の部分なんかもしっかりと動くし、上下にも稼働するようにできています。このバックパックファトゥムの部分かなり作りが細かいですよね。それぞれ可動域なども広かったです。このように後ろから見てもしっかりと内部の構造まで作り込まれているのがわかりますね。フロントもしっかりダクト部分の後ろの部分まで見えるようにできていました。このパーツかなり重量があります。そしてこの位置は左右に開くギミックが搭載されていました。このバックパックかなり細かいギミックが搭載されていて、作りも細かかったです。いいですね。そしてこちらがルプスビームライフルのパーツ構成、このようになっています。こちらはフリーダムガンダムとの色違いといった感じの印象を受けました。合わせ目は少し出るんですが、合わせ目が見えないような感じでパーツで蓋をするような作りとなっています。このように可変のギミックも各所に搭載をされていました。しっかり作り込まれていますね。続いてラミネートアンチビームシールドのパーツ構成、このようになっています。パーツも分割されており、裏面のモールドもちゃんと入っていますね。作りも細かいです。可動ギミックも各所に少し入っています。いいですね。かっこよく仕上がっていると思います。そしてラケルタビームサーベル。こちらの方通常のビームサーベルとなっていますが、作りも非常にシンプルなものですね。そして握り手の部分に固定する穴が開いています。こちら連結させることもできます。そして左右にしっかりビームサーベルのエフェクトパーツをつければこのように完成します。ビームサーベルは腰部のサイドスカート位置に収納することができます。こちらしっかりとはめる固定部分がついているので、
固定はがっちりとされるようになっていました。そしてバッセルビームブーメラン。こちら肩アーマーの部分のパーツを取り外し可変するギミックがついています。こちらにエフェクトパーツを差し込めばバッセルビームブーメランの完成です。こちら両肩のパーツでこのように分割することができます。両手持ちすることも可能となっていました。このあたりのギミックもマスターグレードらしいですね。そしてこちらがアクションベース、かなり大型のものとなっています。こちらそれぞれがこのように稼働するスライドのギミックが搭載をされています。この上の部分の長い支点の部分もこのようにスライドしますね。上の部分の固定する場所もしっかりとこのように稼働するようにできていました。結構作りの細かいアクションベースとなっています。さあ、それではそれぞれのパーツが完成したので取り付けていきたいと思います。まず脚部から。こちら腰部の接続の軸なんですが結構硬くて、いろいろネットとかで見たんですが、この軸の部分が折れちゃったりするらしいんですよね。そして稼働もするので少し立たせるのにコツがいる、そのような作りとなっていました。可動域に関してはサイドスカートを広げれば水平方向まで足を上げることは可能となっています。前と後ろもこのような感じで開きますね。可動域広めに取られていると思います。この根元が動くことによってかなり多く可動域が確保されていました。このように腰部パーツはそれぞれが独立して稼働します。膝の部分に関しては引き出しのギミックが搭載されているので、このように太ももの部分がスライドをする作りとなっています。可動域かなり広いですね。このような感じになっていますね。思いっきり曲げることができます。そして足首ですが、左右にこの程度の位置まで動かすことができます。つま先は広いですね。可動域かなり広いと思います。足裏このようになっています。そして足裏ですが、このようにピンを引き出すことができるようになっていました。上半身見ていきたいと思います。こちら腕の部分も軸での取り付けとなっていました。こちらは足に比べるとそこまで硬くはなかったですね。可動域に関しては両肩この位置ぐらいまで腕を上げることは可能です。肩部分が少し干渉するのでこの位置までとなっていました。そしてこちらから腕の部分上腕部は360度、肘に関してもこのようにかなり曲げることができます。肘はスライドのギミックがありますね。このような感じになって可動域を広めに取れるように作られていました。マニピュレーターはボールジョイントのため360度回転をします。胴の部分、この部分も左右に動きますね。このように肩の部分が少し独立して動く作りとなっていました。そして前方向への可動域ですが、かなり可動域広いですね。このような感じで両手持ちもできるような作りとなっていました。いいですね。上半身の可動域もかなり広いと思います。頭部との接続はボールジョイントとなっています。このように頭部を接続するといいですね。そして可動域ですが、このように前後ある程度可動域確保されています。そしてボールジョイントのため360度頭部を回転させることもできました。いいですね。そして下半身と上半身の接続は軸での接続となっています。こちらの軸も結構激しく動かしてると折れそうな気がするんですけど、どうなんでしょうかね。そして胴体部分の可動域ですが、少し前後にこのように動かすことができる可動域が確保されていました。プロポーションもいいんじゃないでしょうか。そしてバックパックファトムを接続していきます。こちら横の軸のようなもので接続をするようになっていました。かなり大型で重さもあるので迫力がありますね。取り付けをするとこのような感じでジャスティスガンダム本体の完成となりました。マスターグレードジャスティスガンダムリアルタイプカラーバージョン完成しました。どうでしょうか。このプロポーション、このいでたち、マスターグレードらしくしっかりとした作りとなっていました。
このカラーリングも相まってかなり印象のいいキットじゃないでしょうか。いい色してると思います。実際リアルタイプカラーは戦場に投入された際のカラーリングといったイメージなんですが、さすがにこのカラーリングは目立ちますよね。ブルーが綺麗でかっこいいんですが、リアルタイプカラーとは言ったもののという印象も受けますが、それでもやはりかっこいいですね。ジャスティスガンダム元が出来がいいのでかなり印象はいいと思います。プロポーションも良かったですね。ブルーカラーがいいですよね。それでは武装類を装備させたポージングを取っていきたいと思います。ファトゥムはこのように展開して飾ることもできます。ルプスビームライフル、このような感じで両手持ちすることも可能となっていました。ファトゥムいいですね。展開するとかなりイメージも変わってかっこよく仕上がります。こちらバッセルビームブーメラン、両肩の部分を外して両手に持つこともできます。マニピュレーター専用のマニピュレーターが付属していました。ラケルタビームサーベル、このように連結して持たせてもしっかりと保持力がありました。かっこよく決まりますね。そして展開したファトゥムの上にこのようにピンで保持させてジャスティス本体を立たせることも可能となっていました。こちらただアクションベース使うんですが、上の状態が重たいので飾る際にはかなり注意が必要かなといった印象でした。どうでしょうか。ジャスティスガンダムリアルタイプカラー、このカラーリングも相まってかっこいい機体となっているんじゃないでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。今回マスターグレード100分の1ジャスティスガンダムリアルタイプカラーバージョンを作った感想ですが、元々のジャスティスガンダムのカラバリキットとなっていて、フリーダムはミリタリーカラーでしたが、こちらは航空機のイメージを取り入れたカラーリングとなっていました。作り自体はマスターグレードらしく可動域も広く、各所にギミックが搭載されており、プロポーションも良く、モールドも細かく刻まれているため、ギュッとメリハリのあるいいキットになっていました。懸念点は股関節の軸部分が折れやすいとのことで、その点はガシガシポージングする方は補修などをした方がいいのかなといった印象でした。あとはファトゥムが重たくて自立するのに結構苦労します。賛否両論あったリアルタイプカラーのカラーリングですが、個人的にはこういったジャスティスガンダムのカラーリングも綺麗でありなのかなと思いました。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。